おだつこちこんばんポテト今日もデータぶつけていってねと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ルンメニゲーって弱体化されてる？やっていきたいなと思います。いやこちらのねルンメニゲ今来てますけど、残り数日と、なっております。皆さん引きましたかという感じなんですけども、皆さん日々ねルンメニゲしてますか？ルンメニゲを使ってなくたとしてもダイレクトダブタですよ。ダイレクトダブタからのシュート、ルンメニゲやってますかっていうところだと思うんですけど、僕もね普段やってるはいるんですけど、めっちゃ弱体化されてないって最近思うんですよ。でもちろんダイレクトダブタの成功云々もそうなんだけど、むしろその後のシュートがねかなりね弱体化されてんじゃないかなと思うんですよね。でちなみにダイレクトダブタ自体はですね、以前検証してて、数値云々じゃなくて敵が近くにいるかいないかとか、パスの距離によって成功率が決まるみたいな感じは分かっていたかなと思うんですね。確か 40% とかそれ前後だったと思うんですけど、今回それはね成功したとして、その後のシュートの話ですね、そこをちょっと話していきたいなと思います。単純にそのポテンシャルというかね、ドフリの状態で、どれぐらい入るのかというところですよね。なので今回は試合中の実戦のルンメニゲの確率を出したいわけではなくて、ポテンシャルそこを見たい。で練習でできないことは本番でもできませんからそういった意味ですね、ここを見ていけば本番で使うか使わないかという判断の参考になるかなと思いますので、見ていきましょう。検証方法ですね。検証方法はトレーニングモードを使っていきます。バイタルエリアでシュートを打っていくんですが、横パスからのルンメニゲですね。ゴールキーパーオブラクになってます。ダブターをミスってもですね、シュートが打てていればカウントという形でやっていきたいなと思います。で今回使っていく選手なんですけども、ちろんこの男ということで今来てるルンメニゲですね。で数値はこんな感じ。大体ねガチスカで使うとしても決定力は90前後にはなるかなっていうところ。キック力は今回そんな上げてないんですけど、今回はシュートが入る云々っていうよりは枠内に入れてくれるのかとか、そこを見ていきたいのでこれでいいかなっていうところと、ドリブルある程度上げてるって感じですね。で今回もねちゃんとね、100本やってきましたいやこれガチだよ、これガチでやってきたからね。でどれぐらいの割合で外すのか、ちょっとそれをね体感していただきたいなと思うので、最初の30本を、まとめて見ていきたいなと思います。残り70本はいいよね、いいかな。あと後ろ流すかな、やっていきたいなと思います。はい、ということでここから見ていきましょう。一気にね30本見ていくんですが、どれぐらいね枠外すかとかですかね。どうですか皆さんやってて。僕はね割と外すなーって思ったことが結構あったんですが、なんかダブタがめちゃめちゃうまく成功したのに、うわそれ外すんかいみたいなっていうのは結構あったんだよな。だから今回やってはいるんですが、割とね最初意外に入るのかなって感じだったんだけど、だんだん結構外しまくってますね。でも入るときは入るんだよな。はい、見ていただきました。一応ね、今後ろで流しているのは31本目以降かなはちょっと後ろで流しておこうかなと思います。結構外してましたよね。でしかもこれ悲しいのがフェノミナル持ちなんだよね。この横の腰をひねったシュート結構入りやすいはずなんだよね。威力は確かにあったのかもしれないけど。はい、というところで結果を見ていきましょう。こうなりました。はい、というところでですね 40%、 4割ですね。35% ゴールキーパーとはいえど、オブラクも割とめちゃめちゃファインセーブしてるかというよりは、もう完全にこれは止められて当然だよねっていうのを取ってた感じだったので、4本2本を外すっていう感じでしたね。これ確率だけ見るとね結構絶妙だよね。なんかワンチャンかけたくなる気持ちもね出てきそう。 40% ならとか言ってねなる気もするんですけど、難しいラインですかね。もちろん試合中でシュート打たれないで敵に取られちゃうぐらいだったらね全然こっちの方がいいかなとは思うんだけど、
忘れちゃいけないのが、この前にですねダイレクトダブタの成功失敗のガチャがあるから、でしかも敵が近くにいればですね、このダイレクトダブタも失敗する可能性が高くなってくるわけ。検証をそのままね参考にするとして、仮に 40% ぐらいだと仮定しよう。ダイレクトダブタがね、ダイレクトダブタの成功は 40% だとして、で枠内が今回 40% だったから 40%×40% でだいたい 16% だというぐらいになるのかな。16% ってなかなか厳しいよね。そう考えるとちょっと厳しい。これを少なくとも主体で考えちゃうとまずいんだなっていうのは分かったかなと思います。はい、というところでですね、今日は結論です。ルンメニゲーは気持ちよさはそのままに成功率を弱体化しているとします。はい、というところでね、いろいろ見ていただきましたけども、さっき結論で見た通りですね、気持ちよさ自体はねそんな変わってないんじゃないかなと。やっぱ入るときはねスパーンと入っておーい気持ちいいってなるんですけど、ちょっとそれ以外の部分で弱体化してるのかなっていう感じかな。本当にワンチャンっていうようなイメージかもしれないな。それぐらいの心持ちの方がやっぱいいかもしれないなと思いました。で別にこの検証で弱体化したって嘆きたいわけじゃないんですよ。わけじゃなくて、これで数字を見てね、である意味諦めがつくというか、こういう仕様なんだなってちゃんと理解をした上で、じゃあどうやって攻めようかなとか糧にしてほしいのがこの動画の趣旨になりますから、なので攻撃の選択肢の一つとして持っておくっていうのは大事なんだろうなとは思いますが、そればっかに頼っちゃうとちょっと難しいところが出てくるんじゃないかなとは思いますかね。もちろん今回バイタルエリアから打ったからね、例えばペナルティエリアとかね近づけばその分上がるよねとかね、じゃあもっと近くでダブターやればいいかなとかね、そういったところも一つの手だと思うし、いろいろね様々皆さんの考えはあると思いますから、それをやっていくのが大事なのかなと、試行錯誤していくのが大事かなと思います。で皆さんなりのねルンメニゲーとかもあったらね、ぜひコメントで教えていただければなと思います。そういった工夫がね結局一番楽しかったりするからね。あとはね、今回の傾向で言うとなんとなくではあるんだけど、落としのパスですね、フォワードから後ろに落としたパスをダイレクトダブタの成功率はちょっとねしやすいイメージはありました。シュート体勢とかがねすごくうまくいってるっていう印象はありました。ちょっとこれに関してはね印象でしかないけどね。はい、という感じでこれ参考になったかな。こういう感じでちょっと今後もやってみたいななんて思ったりもしてるんですけど、よかったらですね、この動画よかった参考になった面白かったなと思った方で高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。あとこういうパターンも見たいよとかねあったらぜひ教えてください。あとは決定力99とかにしてやってもいいっちゃいいんだけどね、それで決定力がどれぐらい影響してるのかとかを見てもいいかもしれないですね。ということで最後雑談をして終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。いやそうですね、ルメニゲちょっとねしょうがない部分はあるかもしれないけど、若干ね弱体化されてたかなという感じですかね。いつからっていう感じはないかもしれないけどね、割とイーフと、24、25ぐらいから結構厳しかった部分はあるので、それちゃんとねでも明確化できたのは良かったかな。この100本やればちょっと見えてくる気がした。いろいろちょっと100本普通になってるよねやっぱりね俺もなんか100本やんなきゃいけないんじゃないかっていうやっぱ体になってる気がするもんねいやちょっとはい、でもいろいろ時間かかるけどちょっとずつやっていこうかな。いろいろね、これ本当に100本やったからね、今この後ろで流してる映像全部ノーカットだからね興味ある変態さんを見といてください。さっきもちょっと言ったけど決定力とか、あとはなんだろうね、逆足とかも見たいしな、キック力もちょっと見たいね。同じ方法で見ていってもいいかもしんない。ダブタじゃなくてもね、ひたすら打ってどれぐらい違うのかとか見てもいいかもしれないですね。はいというところかな。ちょっとこういう検証とかここの数値知りたいよってあったらね、ぜひコメントで教えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。でこのルンメニゲのガチャね終わったら今度第2弾になるのかな。ちょっと楽しみですね。それもそれで楽しみですね。ちょっとまたすごいのが来るんじゃないのかなと思ってるけど、どうなんでしょうか。期待して待っていましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果と思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。
はい、ということで今日のルーメニゲやっていきました。いろいろね、今後もね、やっていきたいなと思います。ブリスとかも気になるね。はい、ということでやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。